進捗どうですか？はい、どうも皆さんこんにちは。今回の動画では、マインクラフト 1.19 で、すべての進捗を達成することを目標に遊んでいこうと思います。それでは早速、クリエイトニューワールド。おお。これはなかなか、いい地形ですね。さて、それでは、序盤の作業をこなしながら、今回の動画のあれこれについて詳しくお話ししていきましょう。今回の動画では、マインクラフト 1.19 で実装されているすべての進捗を達成することを目標に遊んでいきます。1.12 で進捗システムが導入されてから早5年、その後追加された要素を探しつつ、初心に帰ってマインクラフトを遊ぼうというわけですね。そして、サブ的な扱いにはなりますが、様々な建築や施設を作っていこうと思います。拠点に畑、庭園に始まり、ブランチマイニング場やトラップタワーなど、手当たり次第作り散らかしていこうと思います。と、導入モッドはこんな感じ。大体はバニラのままですが、便利系モッドと撮影用のモッドをいくつか追加しています。これからマインクラフトを始める方々に参考にしていただけるような、チュートリアルのような動画にしていこうと思っていますので、皆さんもマインクラフトを始めた頃の気持ちを思い出しながら、まったりお付き合いいただければ幸いです。ということで、初心に帰ってマインクラフトを楽しむ動画、もっと進捗どうですか？始めていきましょう。少し歩いていたら、なんだかいい感じの地形を発見しました。せっかくなので、一つ目の拠点はここら辺に作ろうかな。と、お馬さんがいました。私は動物愛護主義者なので、今後とも動物とは仲良くしていきたいと思っています。今はまだバグがないので、お馬さんと出かけることはできませんが、いつか、一緒に遠くに旅に行きたいですね。と、そんなこんなで、お馬さんに乗ったり落とされたりしていると、はい、お馬さんとの間に友情が結ばれ、進捗、永遠の親友となるだろうを達成しました。こんな感じで、どんどん進捗を達成していきましょう。と、近くに羊の群れがいました。羊から取れる羊毛は、ベッドを作るのに必要になります。夜はきちんと寝ないと色々大変なので、しっかり集めておきましょう。かぼちゃを見つけました。最近のかぼちゃはすぐにかぶれないので、ちょっと寂しい。お馬さんの群れがいました。こんなにたくさんいたら、お馬さんが主役のマインクラフトになってしまいますよ。と、そんなことを言っていたら、怒ってゾンビさんが飛び出してきました。ソーリー、ゾンさん。そして、ゾンビさんを倒したことで、進捗、モンスターハンターを達成しました。こんがり焼けました。ってことですね。少し暗くなってきたので、ベッドを作ります。ちなみに、ベッドの色は、塗料を使うことで変えることができます。今回は、赤色の染料を使ってみました。やっぱりマイクラのベッドといえば、赤色だよね。おやすみなさいして、進捗、いい夢見てねを達成しました。おはようございます。なんだか、すごい地形の場所がありました。山がえぐれてる感じで、ちょっとおしゃれ。と、石炭を発見しました。石炭は素手では回収できないので、ツルハシを使っていきます。今回は一括破壊系のモッドも入れてあるので、すごく便利。気持ちよす。と、丸石を手に入れて、進捗、石器時代を達成しました。丸石を使うと石ツールを作ることができるようになります。それから、かまどを作りました。鉱石を精錬したり、お肉を焼いたりすることができる、重要アイテムです。
軽く整地をしたら、拠点を作っていきましょう。まあ1個目の拠点ですし、そこまで大きくなくてもいいですよね。あ、間違えた。と、石のピッケルを作りました。そして、進捗、アップグレードを達成しました。と、まあこんなもんかな。床には白樺の木材を使いましょう。この全面に樹皮がついている原木、結構使い勝手良くて好きです。それから、砂をかまどで精錬してガラスを作りました。これを加工して板ガラスにすると窓にできるのです。石レンガを階段にして屋根を作りました。そして適当に内装を作っちゃえば、はい、第一拠点、完成です。まだまだ序盤ということもあり、外観も内装もかなりシンプルな形にしてみました。ベッドの他にはチェストと作業台、かまどくらいしか置いてない感じ。いくらなんでも味気ないので、これから色々探検した先で見つけたものを持ち帰って飾ったりできたらいいですね。と、第一拠点、看板よし。さて、そんなこんなでもろもろ落ち着きましたし、少し拠点周りを探索してみましょうか。最近のアップデートで洞窟周りがすごく変わったらしいので、かなり楽しみ。と、空洞っぽくなってる場所を見つけました。これは私の知っているマインクラフトと違います。なんだか見たことのない植物がたくさん生えてますし。なんですか、この可愛い生き物は。あ、これがウーパールーパーですかね。噂には聞いていましたが、こんなところにいるとは。なんていうか、80年代のきらびやかなイメージがあったので意外な気持ちに。確か、唐揚げにすると美味しいんですよね。帰りに何匹か連れて行きましょう。ごくり。と、この草花はツツジと苔ですか。苔はともかく、ツツジって洞窟に生えてるものなんだろうか。と、銅もありますね。銅は、脳を使うってね。どうしようもない。と、随分深い感じだ。地下がだいぶ深くなったらしいので、それに応じて洞窟も深く、大きくなっていると聞きます。あんまり深くまで潜っちゃうと戻れなくなっちゃいそうですし、慎重に進むことにしましょう。でも、面白いものがあるかもしれないし、ちょっとだけ深くまで続いてたらいいな。ちょっとだけ深くまで続いてたらいいな。で、なんだかすごい場所に出ました。溶岩湖ってあんなに大きかったですっけ。まるでネザーの景色のようです。さすがにここを探索していたらいくら時間があっても足りなそうなので、別のところに行きましょう。あ、スケルトンさん。まだ盾も作ってないのに、厄介なやつが来ましたね。まさしく骨が折れるってやつですよ。と、ついでにラピスラズリを発見。昔は使い道がよくわからなかったけど、最近はエンチャントに必要になったので、たくさん集めておきましょう。で、なんじゃあれ。気になるけど、もう体力もないですし、一旦撤退します。撤退してきました。さてと、そろそろ食料事情も不安になってきた頃ということで、畑を作っていきます。まずは、石の桑を作って、土を耕していきます。そうしたら、そこに小麦の種をまいて、はい、進捗、種だらけの場所を達成しました。もっと耕して、世界中を種で埋め尽くしたいです。と、それから洞窟でゲットした鉄の原石をかまどで精錬して、鉄インゴットにしました。早速鉄の装備を作ろうとしたんだけど、まだまだ鉄の数が足りません。とはいえ、現状作れるヘルメットとブーツを作って、はい、進捗、金属を手に入れる、装備せよを達成しました。よいしょ。頭隠して尻隠さず、的なと、それから余った鉄を使ってバケツを作りました。
バケツはもちろん水を汲んだりできるのですが、最近はもう少し活躍してくれるんですよね。こんな感じで、川は海には魚が泳いでいます。そして、バケツで水ごと食うことができるんですね。はい、ということで、進捗、戦術的漁業を達成しました。これで当面は飢えずに済みそうです。かわいい。あ、拠点の近くを歩いていたら、スイカを見つけました。改札を通るときに使う、あれです。と、前回作った畑を拡張中。川から拠点に向かって段々畑にしていきます。ほっ。川には木材を浮かべて、感じにしてみました。本当はもうちょっと凝りたいけど、まだ序盤ですしね。で、そんなことをしていたら、何でしたっけ？まあいいや。表彰人が来てました。死活のサンゴブロック？マングローブの目というのもあるみたいですし、なんだか本当に知らないものが増えている予感。とまあ、いくら行商人さんが目新しいものを持っていても、元手がなければ意味がないので、地道に洞窟に潜っていきましょう。それから、余ってた鉄を使って盾も作ってみました。これでモンスターさんが来ても大丈夫、かな？地下を探索中。前にもちらっと見ましたが、この光ってる植物はグローベリーというやつですね。何故光っているのかは謎です。と、このお花は何でしょう？胞子の花？いろいろな植物が生えていて、洞窟もだいぶ賑やかになりました。1.7 くらいの頃と比べると、本当に覚醒の感がありますね。ゾンビさんもそうだそうだと言っています。死人に口なし。だいぶ深くまでやってきました。最近のマイクラは地下がマイナス64まであるそうで、なんだか違和感があるほど洞窟が深く続いてます。で、そんなことを話していたら、スケさんの矢を盾で防いで、進捗、今日はやめておきますを達成しました。ちなみに、跳ね返した矢を相手に当てることもできるんだけど、それはまた今度。と、行き止まりだ。洞窟の分かれ道は、こんな風に探索の終わったところを塞いでおくと便利です。まあ、適当に歩いてたらいつの間にか塞いだ場所に出たりもするんですが。と、今度は上下に分かれ道。だいぶ進んできたので、そろそろダイヤモンドとかが出てきても良さそう。鉄のチェストプレートと鉄のレギンスを作りました。これで大抵のことはなんとかなります。鉄のピッケルを作りました。石のピッケルだと金やダイヤモンドを採掘できないんだけど、鉄のピッケルがあれば大体のものは掘れます。と、装備も揃ったところで、ちょっと気分転換にネザーにでも行ってみようかな。溶岩湖にやってきました。バケツでマグマをすくって、進捗、ホットスタッフを達成。焼き鳥とか唐揚げじゃないですよ。マグマは水で冷やすことで黒曜石になります。黒曜石はダイヤモンドのピッケルじゃないと採掘できないので、序盤のうちは設置したい場所にマグマをバケツで運んで冷やすといった作業が必要になります。まあ、マインオール使っちゃえば楽なんですけどネザーゲートを作りました。それから火打ち石を作って、カムチャッカインフェルノ。異世界へのポータルは開かれた。それでは、ネザーへレッツゴー。新しいネザーをしっかり探索するのは何気に初めてなので楽しみです。と、ネザーに入ったことで、進捗、さらなる深みへを達成しました。ここは谷の底みたいですね。まあ、最初から開けたところに出るよりは。で、マグマが降ってきてる。いきなりネザーらしい死に方をしてしまうところでした。とりあえず塞いでおきましょう。はい、塞ぎ終わりました。と、ゲートの周りを整備していたらネザークォーツを見つけました。少し特殊な感じなアイテムの材料になる鉱石です。そんなこんなで、上に移動するための階段ができました。階段を登ると、せき止めたマグマのところに出ます。と、ここはもう、新しいネザーのバイオーム、ですかね。
なんだか、まがまがしいツタが生えてます。シンクの幹？これは、普通に木ってことなんでしょうか。しかし、全くそうは見えない風景ですね。と、ちゃんと板材にもできるみたいです。なんだかあれですね。アメリカにある木に見える石の逆バージョンみたいな感じがする。そして、葉っぱの部分はネザーウォート。つるはよくわからないけど、ジャングルにあるやつみたいに登ったりできるのかな。わざわざネザー要塞に行かなくても大量のネザーウォートが手に入るのは結構いい感じ。あれは何だろう。かなり大きな構造物に見えますが、ネザー要塞ではないですよね。なんだか危険そうな匂いがプンプンします。これあれですね。弓とか欲しいですね。弓を作りました。その名の通り、矢を飛ばして攻撃できる武器です。矢はスケさんがドロップしたやつしか持ってないので、慎重に使っていきます。なんだか、骨のありそうなやつがいました。びっくり。なんですかあれ。しかもヘルメットかぶってるから日光でダメージ受けないし。まあ、ちょうど弓を作ったところだったから多少は虫、かな？はい、ということで、無事、終わりましたので、ネザーに戻ろうと思います。これからダンジョンに挑もうってのに、もう弁慶みたいになっちゃって。と、イノシシのようなやつがいました。とはいえ、私にかかれば、赤子の手をひねるような。このダンジョンは、砦の遺跡というらしいですね。なるほど、確かにネザー要塞よりもボロボロです。これは、金鉱石でしょうか。正直、金なんて使い道がよくわからないんだけど。と、豚人間がいました。この豚は、前にいた豚と違って何もしなくても襲ってくるんですよね。なんとも面倒くさい相手じゃないですか。砦の中は、壁の両側からマグマが流れてきています。マグマだから世紀末というか、クッパ城みたいな感じしますけど、これが水の壁だったらと考えると、結構いい身分の人たちが集まってる場所だったのかな、って感じもしますね。ピグリンです。ピグリンは、ネザーにしか生息しない、豚です。と、またキラキラしてるやつが、あれも金、なのかな？と、きらめくブラックストーン？最近のマイクラは、新しいブロックがたくさんあって大変ですね。まあ、私は 1.8 あたりで理解を諦めているんですが。かわいい。ネザーに生息する、ゾンビピグリンです。ゾンビピグリンの子供がスポーンする確率は 5%、さらにチキンジョッキーとしてスポーンする確率は 5% なので、結構貴重な映像をご覧いただいています。まあ、プレイ中の私はそんなこと知ったこっちゃないって感じなんですが。なんだかマグマだらけの場所で戦うの、おっかないですね。で、上から降ってきたし。あれ？なんだか、他の豚と服装が違う気が。もしかして、この砦の主だったりするのでしょうか。ほら、やっぱり違う。なんだかさらっと倒しちゃいましたけど、もしかしてこれで攻略完了？まあ、もうちょっと歩き回ってみましょうか。どうした？なんじゃこりゃ。趣味の悪いそうですね。私がすっきり掃除して差し上げましょう。よし。いや、お礼は結構ですよ。
と、これはお宝の匂いがしますね。パンパカパン。ああ、さて、二つ目はラージがっかりだよ。帰ってきました。ネザーに行った後がのんびりしたくなるので、釣り竿を作っちゃいます。釣り関係の進捗、結構増えてるんですよ。総員。この、魚がかかるのを待つだけの、ゆったりと流れる時間がいいですよね。と、鮭とかは、釣り竿を使わなくても、バケツで捕まえられるわけですが、釣りをすると、魚の他にも、お宝やゴミが釣れることがあるんですよね。名札や蔵はクラフトすることができないので、どんどん竿にかかってほしいところです。と、そんなことを話していたら、タラさんが釣れました。まあ、一発目からお宝が釣れるなんて、そんな都合のいいこと、ないよね。前に探索した大穴に来ました。例のウーパールーパーを捕まえに来たんだけど。おお。かわいい。かわいいんだけど、この子、戦えるんですね。ほら、言っといで。って全然戦ってくれないじゃないですか、やだ。あれ？雲は仲間だと思ったんでしょうか。形、似てますしね。ほら、今度こそ敵ですよ。行け、ウパ太郎。ダメじゃこりゃ。ウパ太郎が戦ってくれないと進捗が達成できないのですが。もしかして、水の中じゃないと動けないとか？試してみましょう。ゾンビさんを水中におびき寄せて。何でしたっけ？あれに来ました。ほら、言っといで。おお。ちゃんと攻撃してくれてます。私も加勢するぞ。よし。あれ？ちゃんと一緒に戦ったはずなのに、進捗が達成できなかったですね。なんでや。その後、何度か試してみたんだけど、結局進捗は達成できませんでした。なんでや。とりあえず、拠点の近くに小さな水たまりを作って、ウパ太郎にはここにいてもらうことにしました。狭いけど堪忍や。そんなこんなで他に達成できそうな進捗はないかなと探しているのですが。なんかめんどくさそうな奴らばかりなので、何も考えずに探索に出ることにしました。総員。実は、前々から拠点の裏手の方が気になってまして。とりあえず、そっちの方に進んでいこうと思います。いやー、しかし、旅出というのはワクワクしますね。一体、どんな景色と出会いが私を待っているのでしょうか。総員。いやー、しかし、旅出とよ、なんだか、もりもりしい景色になってきました。未確認生物です。サトウキビも何気に初めてですよね。回収しておきましょう。なんだか、ジャングルの川下りって、NHK スペシャルみたいな気分になって好きです。向こうに見えるのは白樺の森でしょうか。白樺は建築にたくさん使いたいので、また今度集めに来ましょう。やけに背の高い白樺が生えてますね。なんだか、すごい違和感を感じます。ちょっくら探索してみましょう。何もありませんでした。ダークフォレストですね。もしかしたら、近くに森の羊羹があったりするかも？ちょっと行ってみましょう。とんでもない場所ですね。苔の蒸した石がありますよ。このブロックも建築で使えそうです。というか、普通にちょっと内側に入ったら針葉樹林になってしまった。これは、はるか向こうまで針葉樹林っぽいですね。もうちょっと下ってみましょうか。海まで通じてました。あれは、カメさんです。スイートベリーが生えてました。スイートベリーの木にはトゲがあるので、触るとチクチクします。家の周りに植えておけば防犯になる、かな？もう日も沈みそうですし、一旦拠点に戻りますか。炎上してる。おやすみなさい。おはようございます。今日も引き続き探索していきましょう。手に入れたサトウキビは、拠点の近くに植えておきました。
さて、それでは冒険に行きましょう。今度は、先ほどと反対に、拠点の前の方に行ってみようと思います。この世界にスポーンした時に見た感じ、かなり山が多い地形だったと思うので、方角を見失わないように気をつけて進みましょう。と、頂上までやってきました。もう少し進むと、なんとなく、サバンナっぽい景色が。ここはサバンナ地方。私はサーバルキャットの近くには砂漠がありました。砂がたくさんあるね。なんというか、すごい地形が多いです。すっごい。と、そんなこんなで砂漠を歩いていたら、うおー。なんていうか、すごいちゃんとした家になってるじゃないですか。バルコニーみたいなのもついちゃって。と、これは製図台ですか。ということは、このお家は地図屋さんのお宅なのかな。猫ちゃんがいました。かわいい。でも、今はお魚を持っていないので、ペットにすることができないのでした。残念。と、道に落ちてる小麦を拾っていたら、知らないおじさんが話しかけてきました。ちなみに、このお猿さんみたいに話しかけると首をかしげる猿は無職なのですが、さっき落ちてた製図台のようなアイテムを近くに設置することで社会に復帰させることができます。生きてればの話です。農家の村人さんを見つけました。職についている村人さんとは、物々交換というか、取引をすることができます。今回は、小麦とエメラルドを交換してみました。と、進捗、いい取引だを達成しました。何度か取引すると、村人さんのレベルが上がって、交換できるものが増えてきます。こんな感じで、どんどん取引していきましょう。と、魚を釣りました。生魚を持っていると、猫ちゃんが近づいてきます。生魚を持っていると、猫ちゃんが近づいてきます。生魚を持っていると、生魚。と、せっかく村を見つけたわけですし、たくさん取引をしていきたいところなんですが、あんまり資材がないんですよね。結局、逃げてばかりいられないということで、一旦拠点に戻ってブランチマイニングでもしていこうと思います。と、帰り道になんだか見慣れない景色が。これは、もしかしなくても、シンバイオームのマングローブですよね。平坦な沼地にマングローブの木々が密集している、ジャングルと湿地帯の混ざったようなバイオームです。沼地には泥ブロックや粘土ブロックがたくさん生成されています。とはいえ、泥の上では移動が遅くなる、みたいなこともないので、と、この子はカエルですね。新しいモブも追加されて賑やかになってきました。と、そんなこんなで拠点に戻ってきました。とりあえず、ここら辺を掘っていこうかな。ブランチマイニングは結構人によってやり方が違うんだけど、私は大きめに掘っていくのが好きです。幅もそうなんですが、高さも余裕を持っておくと、後々トロッコをつけたり階段をつけたりするときに楽なんですよね。これくらいあれば十分だと思います。と、ブランチマイニングをしていたら、アメジストオートを発見。アメジストでできた衝動です。アメジストの塊を壊すことで、アメジストのかけらを手に入れることができます。この割れ目のようなものがついているブロックからは、何度でもアメジストが芽生えてくるので、壊さずに取っておきましょう。ちなみに、アメジストは全方位から芽生えてくるので、割れ目のついたブロックだけを浮かせるようにしておくのがいいらしいんだけど、私は面倒なのでやってません。と、そんなアメジストと銅を使って望遠鏡を作りました。遠くを望める鏡です。オプチのズーム機能を使えばいいじゃんとか言っちゃダメ。入らないでほしいんですけど。まあ、
急に来た行商人さんは放っておいて、進捗を達成していきましょう。さっき作った望遠鏡を使って、オウムさんやサイゼリアを見ることで、進捗を達成できます。この拠点の近くにジャングルがあったので、まずは、オウムさんを探しに行きましょう。さて、ということでジャングルまで来ました。それから残念なお知らせなのですが、オウムさんはいませんでした。そんなこんなで、ネザーにやってきました。まあ、ロイヤルホストくらいなら簡単に見つけることができると思います。骨が折れた。いやー、金装備を持ってないと攻撃されるのを忘れてました。と、無事バーミヤンを発見。望遠鏡でスカイラークを観察することで、進捗、あれは風船を達成しました。どう見ても風船ではない。とまあ、びっくりドンキーの進捗を達成したところで、ブランチマイニングに戻ります。だかどこどこどこちゃっちゃーん。最高ですやん。と、地下を掘っていたら廃坑に当たってしまいました。廃坑にはお宝が置いてあったりすることもあるので、ちょっと嬉しいですね。て、モンスターハウス。一気に突撃して、松明をたくさん置いて、迅速な制圧。こっちは、特に何もない、かな？よし、大丈夫そうですね。さて、それではチェストを拝見。馬の鎧も入ってるけど、よりにもよって、全部鉄。こっちには、金の馬の鎧とサドルが入ってるし、外れではないかな。とはいえといった感じの内容でした。と、気を取り直して廃坑を探索中。廃坑には、縦横無尽に道が伸びているので、制圧した場所はこうやって塞いでしまうのがおすすめです。と、ダイヤモンド発見。こういう時は、急がず焦らず、まずは安全確保を。と、それでは周りを掘っていきましょう。この何個ダイヤがあるのか、だんだんと分かっていく瞬間が、最高に好きなんですよね。これは、2個かい。と、そんなこんなで、進捗、ダイヤモンドを達成しました。なんだかんだ、初めてのダイヤは嬉しいです。それから、辺りを少し探索していたら、またダイヤ鉱石を発見しました。と、そろそろインベントリがいっぱいになってきたので、拠点に帰りました。ただいまおやすみなさい。おはようございます。行ってきます。さて、今日はせっかくバグを見つけたことですし、お馬さんを探して飼いならしてみましょうか。お馬さんを見つけました。ほれ、1回で飼いならしてみせますよ。お馬さんと仲良くなるためには、こうやって乗ったり振り落とされたりしなければなりません。何度もぶつかり合うことで培われる信頼関係、なんだか青春って感じがしますよね。そんな風にできた友情というのは一生続くってもんです。と、なんだかこのお馬さん、ちょっとおとなしいですね。もしかして私の魅力に気づいちゃって照れてるんですかね。心配しなくても。いや、この子、パート1でお友達になったお馬さんだったんですね。もちろん忘れてたわけじゃないんですよ。だって永遠の親友になったわけですし。あなた、ジャンプ力低いのね。お馬さんにサドルをつけると、こんな感じで上に乗って自由に走ることができます。なんか、あなた走るのも遅くない？とまあ、お馬さんには個体差があって、走る速さやジャンプ力、それから体力が結構バラバラだったりします。人には人の乳酸菌。とりあえず、お馬さんには牧場用の敷地に入ってもらいました。また今度、ちゃんと馬小屋を作ってあげるからね。と、廃坑に戻ってきました。しかし、縦横無尽に広がっていて、キリがないですな。おっと、クモの巣がたくさん張ってありますね。このスポナーからは青雲が出てきます。青雲は普通の雲よりちっちゃくて、触れると毒状態になる厄介なモブなので、先手必勝に限ります。
廃校は上の空間にあるスポナーから敵が落ちてくることもあるので油断なりません。どうやらさっき制圧したスポナーの生き残りが落ちてきたようでした。やれやれ、上から降ってくるのは女の子くらいであってほしいものです。と、チェストトロッコがありました。ノッチリンゴとか名札とか入ってないかな？外れ、別の青雲スポナーを見つけました。ちなみに、クモの巣は剣やハサミを使うことで早く壊すことができます。廃校特有の砂利ブロックで塞がれた道、結構好き。と、ラピスラズリがありました。エンチャントするときに活躍するんだけど、それはまた後々。レッドストーンは、私は難しいことはよくわからないので、あんまり使いません。と、モンスターハウスがありました。廃校の通路の真ん中に生成されてるので、ちょっと面白い感じになってますね。モンスターハウスの宝箱とは別に、廃校のチェストトロッコまで生成されていて、ラッキーな感じです。とりあえず、サクッと制圧、よし。さてさて、それではお宝拝見。外れ。そしてここで、プレイ中の私はチェストトロッコを華麗にスルー。お前何年目だよと言われそうだけど、正直このファイルは録画した記憶すらないので、一番困惑してるのは私です。およ？ちょっと大きそうな空間に出ましたね。はこれは。とんでもなく大きいですね。大雨が降った時に水を溜めるやつみたい。で、あれは、廃校、ですよね。地下神殿みたいな荘厳な場所かと思ったけど、クッパ城の様相を呈してきたな。廃校部分まで来てみました。原木の柱が面白いですが、基本的には普通の廃校、なのかな？おお。青雲スポナーだ。なんというか、ここまで見通しがいいと、探索もクソもありませんな。とはいえ、かなり綺麗な場所ですので、建築には使えるかもしれませんね。とりあえず、一旦拠点に戻りましょうか。さて、ということで帰ってまいりました。それで、あれからいろいろ考えてみたのですが、あの地下空間には、エンチャント施設を作ろうと思います。そんなわけで、サトウキビの自動収穫施設を作りました。結構シンプルな構造で、サトウキビが3段目まで育つと、ピストンが稼働して収穫される、ってやつですね。まあ、たまに取り残されるのも出ますが、大抵は回収されます。義務教育みたいなもんです。お前らのことです。そしたら、サトウキビから紙を作りの。紙と革で本を作って、黒曜石、ダイヤ、本を使ってエンチャントテーブルを作りました。さらに本を作って本棚を作りました。エンチャントテーブルは単体で使うよりも周りに本棚を置くことでより高レベルのエンチャントができるようになります。ということで、これをいい感じできる場所を地下に作っていきましょう。と、まずは土台ですが、この柱のようなものを一つ取り壊してみました。この上にエンチャント施設を作っていきます。今回は、ちょっと荘厳な感じにしてみたかったんですが、いかんせん下がマグマなので、ちょっと神々しい感じにするのは難しい気がするんですよね。なので、少しまがまがしい感じと言いますか、ネザーの雰囲気を取り入れながら作っていきたいと思います。うわぁ。作業していたら、ファントムが出てきていました。ファントムは3夜以上寝ていないと出現する健康志向なモンスターで、暗い夜の空を飛ぶので、なかなか厄介な敵です。で、よく見たら多くない？なんと、3匹も湧いてました。まあ、そうは言っても、このベテランクラフターの手にかかれば、こんなもんちょいのちょい。ちょいのちょいでした。ね。と、ファントムの被膜が落ちていました。ポーションの材料になったりするらしいんだけど、ちょっとバッチリ。なぜか壊れていた道を修復中。
そういえば、拠点を作った時に言い忘れてたのですが、こうやって土にシャベルを使うことで、道を作ることができます。ちょっと前までは草が生えるのを待たなきゃいけなかったので、だいぶ楽になりましたよね。とまあ、そんなこんなでエンチャント施設が完成しました。ブランチマイニング場も少し装飾して、ネザーのような雰囲気にしてみました。元々の新装版の雰囲気も相まって、結構それっぽくなったのではないかなと思います。はい、ということで、かなり火事の危険性が高いエンチャント施設ができました。と、今回は、装飾の意味もあってたくさん本棚を置いてあるのですが、本来であれば、15個でエンチャントテーブルの能力を最大にできます。エンチャントテーブル、看板よし。ふふ。エンチャントテーブルを作ると、なんだか進捗がいい感じがしますよね。それでは早速エンチャントを、と言いたいところなのですが、エンチャントには経験値が必要なので、今のままでは全然足りません。そんなわけで、前回発見したゾンビスポナーを利用して、経験値トラップを作っていきましょう。で、今なんかヌチャヌチャする音が聞こえませんでしたか？上に来たら、スライムが湧いてました。卑猥な音を出していた罪で、死刑。スライムを倒すと、どんどん小さくなっていきます。一番小さい形になると攻撃もできなくなって、ちょっとかわいい。不安になる動き方。エンダーさんが来てました。エンダーさんは目と目が合う瞬間怒って殴りかかってくるので、瞳をそらしながら近づきます。と、ご覧の通り、エンダーさんは水に触れるとダメージを受けるので、水上から攻撃するといい感じ。と、エンダーパールを落としました。男の子だったのね。エンダーパールを使うと、エンドという世界に行けるアイテムが作れたりするんだけど、それはまた後のお話。さて、それではゾンビスポナーを使って、経験値トラップを作っていきましょう。まずはスポナーを中心として、ゾンビが湧く9平方ブロックの空間を作っていきます。とりあえず、こんな感じになりました。そしたら、隅の一列を掘り下げていきます。反対側の一辺から水を流して、こんな感じにゾンビが流れるようにしました。続いて、水流エレベーターを作っていきます。と、昆布がなかったので、海まで取りに来ました。小さい亀さん、かわいい。昆布を見つけに来た。昆布は一番下のを壊すと一気に崩壊するんだけど、それがなかなかどうって気持ちいいです。海洋汚染。ミルカさんです。この可愛い子ちゃんが餌をあげるとお宝が眠っている場所を教えてくれたり、沈没点まで案内してくれるんですよね。それから、こんな感じで、しばらく近くで泳いでいると、イルカの行為というだけがついて、早く泳ぐことができるようになります。もっと愛が欲しい。と、それではエレベーターを作っていきましょう。まずはこんな風に、一番上から水を流します。そしたら今度は、一番下から昆布を生やしていきます。生やしました。昆布が水流を水平にすることができるので、これでこのエレベーターの中は、すべて水源ブロックで満たされていることになりました。それから、床をソウルサンドにすると、はい、こんな風に、高速で持ち上げることができるようになりました。あとは、落下用の縦穴を掘って、処理場を作って、スポナーの明かりを消して、はい、経験値トラップ、完成です。あとはもう、ここでぼーっとしているだけで、落下ダメージで瀕死のゾンビさんが溜まっていくって感じですね。そしたら早速、経験値を貯めました。剣も壊れちゃって、最後は素手でフィニッシュ。副産物ではありますが、じゃがいもと人参が手に入りました。さあ、それではエンチャントの時間です。やっぱり狙うは、シルクタッチか幸運です。まあ、一番最初からは出ないよね。と、エンチャントは同じ種類のアイテムで共有されるので、外れっぽい時は石のツールにつけてリセットしちゃいましょう。そして、エンチャントをしたことで、進捗、エンチャントの使い手を出す。いや、これは運がいい。
なんと、2回目でシルクタッチがつきました。と、普通のピッケルでダイヤ鉱石を壊すと、こんな感じにダイヤになってしまいますよね。これがシルクタッチのついたピッケルで壊すと、はい、こんな感じで、鉱石のまま回収できるんですね。他にも、氷やガラス、葉っぱのようなアイテムもそのまま回収できるようになります。このダイヤはいつか幸運のエンチャントが手に入るまでブロックの状態で保管しておきましょう。草生やすな。と、焚き火を作りました。焚き火はこんな感じで地面に設置できるアイテムで、手軽におしゃれ感を出すことができます。で、なんでいきなりこんなものを作ったかというと、なんか変な声が聞こえて、で、また後ろからとは卑怯な。というか、このハゲはつい先日成敗したばかりだった気がするのですが、こんなに頻繁にやってくるものでしたっけ？まあ、そこまで強敵ってわけじゃないし、大丈夫、かな？それでは気を取り直して、進捗を進めていきましょう。実は、拠点の前の森をお散歩していたら、ちょっと面白いものを見つけまして、それで焚き火を作ったのですよ。と、いた。はい、ハチさんです。実は私、ハチ関係のことをやるのは初めてで、かなり緊張します。と、まずはハチの巣の真下に焚き火を設置して、よいしょ。それで、そしたらガラス瓶を、忘れました。ということで、ガラスをクラフトして、ガラス瓶を作りました。それで、ハチの巣にガラス瓶を使うことで、蜂蜜が手に入る、と聞いていたのですが、どうも、この巣には蜂蜜が溜まってないみたいですね。と、そんなこんなで夜になるまで待ってみたのですが、全然溜まりませんでした。これはもう仕方がないので、巣を拠点に持ち帰っちゃいましょう。蜂の巣はシルクタッチのエンチャントがついた道具を使うことで回収できます。と、回収した蜂の巣は、拠点の軒下に設置しました。これは、蜂蜜が満タンになったんじゃないですか？嬉しいけど、絵面としては最悪ですね。それでは早速、蜂蜜を取ってみましょう。はい、こんな感じで、何も対策をしない状態で蜂蜜を回収すると、近くの蜂が怒って攻撃してきます。取りたいものも取れないこんな世の中じゃ。と、お詫びにたくさんお花を摘んできたので、巣の周りに植えてあげましょう。ハチさんは、お花から花粉を取って集める習性があります。花粉のついたお尻が可愛いですね。と、花粉を取ったハチさんは、作物に受粉することがあるそうで、受粉した作物は成長段階が一つ進むらしい、です。巣の目の前に畑があるし、少しは効果があったりするのかな？と、また蜂蜜が溜まってました。今度は怒られないように、こっそり盗みましょう。まずは、焚き火を巣の真下に設置します。と、この状態で蜂蜜を回収すると、はい、ハチさんを怒らせずに蜂蜜を取って、進捗、秘密の晩餐会を達成しました。たまに凝ってるマイクラの進捗名、結構好き。と、そんなこんなでハチさんが拠点にやってきたわけですが、さすがにちょっと手狭な感じになりましたね。そろそろちゃんとした畑や施設も作っていきたいですし、拠点の周りを整備することにしますか。それではまず、拠点の周りを掘っていきます。掘りました。と、拠点横の地面をだいぶ掘り下げました。私、高低差のあるところでの建築が本当に苦手で、建築しようとすると、どうしてもこうなっちゃうんですよ。と、早速リフォーム業者の人が営業に来ましたが、お帰りいただきまして、新しい施設を作っていきましょう。まずは、ハチさんの巣をハサミで失礼して、と。はい、これがハニカムですね。これを木材で囲んで、養蜂箱を作りました。養蜂箱はミツバチの巣の代替ブロックで、ほとんど同じように働いてくれます。と、これを使って、蜂蜜の自動収集施設を作っていきましょう。まずは、チェストにホッパーをつなげて、ホッパーの上に養蜂箱を設置しました。次に、レッドストーンダストと棒をクラフトして、レッドストーントーチを作って、レッドストーントーチ、ネザークオーツ、石を使ってレッドストーンコンパレーターを作りました。なんかこう、なんかがなんかの時になんかしてくれるブロックです。それから、
ディスペンサーも作りました。アイテムを発射することのできるブロックです。と、コンパレーターを養蜂箱に接するように置いて、ディスペンサーは養蜂箱に発射口が向くように設置しました。ディスペンサーにはホッパーで樽を接続しておきましょう。ディスペンサーと樽の中にガラス瓶を入れて、自動的にディスペンサーに補充されるようになりました。と、さらに横に増やして、こんな感じになりました。蜂さんが前の花畑から花粉を採取して、蜂蜜が溜まったら、上のディスペンサーから瓶が出てきて回収する、という装置になっています。と、このままではいくらなんでも味気ないので、施設を囲う感じに建築をしていきます。養蜂場か。なんというか、あんまりイメージが湧かないんですよね。まあ、少なくとも田園風景って感じですよね。澄み渡る青空、深い緑と静寂に包まれた小屋で、絞り取られるミツバチ。なんというか、あんまり蜂のいる施設ですって感じを前面に出すよりは、景色になじませた方がしっくりくる気がしてきました。施設があまり外から見えないようにして、なんとなく動物を飼ってそうな屋根。と、こんな感じになりました。はい、ということで、今回は施設を丸々覆う形で建築をしてみました。外からは見えないように、とは言いましたが、拠点からしか見えない部分はガラス張りに。ちゃんと稼働しています。と、養蜂場、看板よし。まあ、動画の流れ的に作っちゃったんだけど、蜂蜜とか正直使い道な蜂蜜タワーを作ってみました。蜂蜜でできたタワーです。押すなよ。絶対押すなよ。ちょっと待って、高さが足りない気がしてきた。ああ。ぐだぐだな状況。はい。ということで、蜂蜜ブロックに飛び込んで、進捗、ベトベトな状況を達成しました。こんな感じで達成したかった。と、こんな感じで、蜂蜜ブロックは、ゆっくりと側面を滑り落ちることができます。他にも、スライムブロックみたいにアイテムを動かしたり、飛び込んだ時の落下ダメージを減らしたりもできるので、どこかで役に立つ時が来るかもしれませんね。と、すっかり水たまりの主となっていたウパ太郎も、少し広めの場所に引っ越ししてもらいました。いつか、もうちょっとちゃんとした池を作ってあげるからね。それから、エンチャントガチャを回していたら、幸運さんが出てきました。SSR みたいなもんです。せっかくなのでダイヤピッケルを作って、幸運さん、ゲットだぜ。幸運のエンチャントがついたピッケルを使うと、鉱石を壊した時のドロップ数が増えることがあります。およ？はい、こんな感じで、普通より2つも多くダイヤがドロップしました。この調子で、たくさんダイヤが出てきてくれるといいな。まあ、たまにはこういうことも、あるよね。頼む。お？と、結局4個の鉱石を掘って、8つのダイヤモンドがドロップしました。幸運さんの平均倍率は 2.2 なので、まあ、こんなもんかな。ミツバチさんにお花をあげると、かわいい。なんだか建築欲が満たされていないので、もうちょっといろいろ作っていこうと思います。今回はまず、馬小屋を作っていきましょう。今はまだお馬さんは1頭しかいないのですが、いつかお嫁さん探しをして、子供も産んでほしいので、3頭が住めるようにスペースを取っておきます。まあ、私実際に馬小屋とか見たことがないので、完全になんとなくで作っていくわけですが、ゼルダに出てくる馬宿みたいなのがあるじゃないですか。あんな感じで、高さのある建物にしたい気持ちがあります。とはいえ、まさか馬の頭をした飾りを作るわけにもいかないので、なんか無難な感じですけど、時計台のついてる昔ながらの駅、みたいな感じがいいかもしれません。と、葉っぱを回収中。葉っぱは普通は回収できないのですが、
ハサミを使うことでアイテム化することができます。ちょっと使うだけでも雰囲気が出るので、結構おすすめです。影モップのせいでずっと揺れてるので、少し不気味。屋根の部分の壁はフェンスにしてみました。匂い、すごそうですしね。と、そんなこんなで屋根をつけたら、こんな風になりました。なんか、ちょっと物足りない気が。ということで、時計を作りました。それから、焚き火とトラップドアを使って煙突みたいなのを作って、時計を額縁で飾って、と。結構いい感じになった気がします。そしたら、あとは、道と中を適当につなげて、お馬さんを中に入れて、お馬さんが、どこかに行ってしまいました。パート1で、初めてお友達になったお馬さん。これから、ずっとお友達だと思っていたのに、こんな。リードで繋いでおけば、簡単な小屋だけでも先に作っておけば、今となってはもう遅いのに、後悔ばかりが脳裏に浮かびます。突然のお別れは辛いですが、しかし、私にはやらなければならないことがあります。ありがとう。そして、さようなら。と、釣り竿をエンチャントしようとしたら宝釣り2が出ました。このエンチャントがついていると、釣りをした時にゴミが引っかかる確率が下がって、名札やエンチャ本などのお宝が釣れやすくなります。と、早速使ってみたら、修繕がついた釣り竿が釣れました。修繕がついた道具は、使った時に手に入る経験値を使って、自分で消耗率を回復することができます。これはなかなか、ラッキーですな。と、そしたら金床を作って、宝釣りの釣り竿と修繕の釣り竿をガッチャンコしました。名前もすげえ釣り竿にして、凄さをアピール。そんなこんなで釣りをしていたら、フグが釣れたり、エンチャボンが釣れたり、オウムガイが釣れたりして、と。はい、サドルが釣れました。それから、新しいお馬さんと友達になりました。やっぱり、ちょっと足が遅い気がする。と、ゴールイン。今度はどこかに行っちゃわないように、リードを作って繋いでおきましょう。もう一匹のお馬さんを手なずけて、こちらも馬小屋に繋いでおきました。なかなかいい景色になったじゃないですか。といったところで、馬小屋、本当に完成です。と、さすがに建築欲も収まってきました。とはいえ、なんかこれから、どんどん進捗を達成していこうって気分ではないんですよね。とりあえず、今まで放っておいた細々としたタスクでも片付けていきますか。と、まずは鉄とレッドストーンを使って、コンパスを作りました。スポーン地点の方角を教えてくれるアイテムです。これを紙で囲んで、白紙の地図を作りました。こちらはその名の通り、地図になるアイテムですね。この地図を、さらに紙で囲うと、はい、こんな風に地図を拡張することができます。そのままどんどん拡張して、最大サイズにしてみました。拠点がもう、点にしか見えません。さっき仲間になったばかりのお馬さんと一緒に、拠点周りの地図を埋めていこうと思います。で、なんじゃこりゃ。ネザーゲート、ですよね。昔々、ネザーとオーバーワールドで戦争が起きたとき、ネザーの鬼どもは、それは大きな扉を開いて攻め入ってきたそうじゃ。そして敗れたオーバーワールドの住民は、ハーンとフーンしか喋れなくなってしまったのじゃった。めでたしめでたし。と、宝箱がありましたが、ちょっとしょっぱい感じですね。幸運の桑とか、マジで何に使うんだ。と、開けた場所に出ました。ここにもお馬さんがたくさんいて、ちょっといい雰囲気。と、およよ？これは、ロバさんですね。とりあえず、お馬さんと同じように、何度も背中に乗って飼いならしました。ロバさんは、サドルを使うことで乗りこなすことができるようになるのですが、
お馬さんとは違ってチェストを装備させることができます。今はチェストを持っていないので試せないのですが、今後の長旅の時には活躍してくれそうですね。と、そんなこんなで、一旦拠点に戻ってきました。とりあえず、ロバさんにはここにいてもらいましょう。子供用に取っておいたんだけど、まあ、それはまた今度何とかします。と、今度は船旅です。意外とすぐに海に出てしまったので、お馬さんだと少し探索しづらかったんですよね。北西の方までやってきました。海岸線が入り組んでいて、なんとも探索しづらい。お、魔女さんがいました。何気に初登場、かな？魔女さんはいろんな効果のあるポーションを使うので、意外と厄介。南西の方にやってきました。この辺りは、もう海しかないですな。と思っていたら、氷山がありました。白熊の親子がお出迎えしてくれました。いやー、かわいいですな。まあ、子連れの白熊は近づいたら撃退しちゃうんですけどね。これはもう仕方がないので、倒しちゃいました。白熊さんは全部の敵モブを倒すって進捗のためにいつかはやらなきゃいけなかったんで、しょうがないんですよ。またネザーゲートがありました。チェストの中身は、しょっぱい。せっかくなので、氷塊もたくさん持って帰りましょう。氷塊は氷ブロックと違って光源ブロックが近くにあっても解けないので、トラップなんかを作るときも便利なんですよね。山がちな場所にやってきました。と、あれは？村を見つけました。砂漠の村でも思いましたが、やっぱりすごく人の住んでいる場所って雰囲気が強くなりましたよね。と、第一村人は無職だ。ここは動物小屋ですかね。なるほど、こんな感じでロバさんの小屋を作ってあげてもいいかもしれませんね。小麦の束が燃えてます。なんでマグマの横に積んであるんだろう。それにしても広い村ですね。拠点からかなり遠く離れているのが惜しいです。と、今日はダブルベッドで。おやすみなさい。おはようございます。と、一晩が明けたところで、そろそろ拠点に戻りましょうか。お、聖職者さん。なんだか、シンプルな白い服のイメージがありますけど、本当に随分変わりましたね。どこ行くねん。と、それから途中に大河の村を見つけたり、また平原の村を見つけつつ、こんな感じになりました。なんか、古いヨーロッパの地図みたいじゃないですか？と、荒廃したポータルを見つけました。回答によると、また一つ違う雰囲気がありますね。スーツの中身は、まあ、この、高温酸のタブル、実際のに使えばよいんだ。はい、拠点に戻ってきました。結構広い範囲を探索したんだけど、特にダンジョンとかは見つからなかったので、スローライフに戻っていきましょう。まだエンドラすら倒してないの、だいぶやばいペースな気がするんだけど、まあ、大丈夫ですよね。と、まずはちょっとした思いつきなのですが、この拠点の周辺案内を作っていきます。イメージとしては、よく駅前とかで見るやつでして、これから拠点周りを開発していきたいので、どんな風に変わったのかも分かりやすくなるんじゃないかなと思います。と、額縁を設置して、新しく作った地図を埋め込みます。おお。これ、結構雰囲気出てる感じがしませんか？で、夜になったら全然見えないじゃないですか、やだー。ということで、輝くイカスミを額縁にぶっかけて、輝く額縁を作りました。輝くイカスミってなんだよ。と、こんな感じになりました。と、街の地図、看板よし。余ったスペースには、適当に広告みたいな看板を設置しました。中途半端な観光地にありがちなローカルな広告と不親切な案内板、結構好き。輝くイカスミが一つ余っていたので、養蜂場の観覧を謎に光らせてみました。と、進捗、この輝きに驚くことなかれを達成しました。なんか、ちょっと蜂っぽい色使いで、意外といい感じ。と、それからちょっと建築をしようと思ったんだけど、木材が足りなくなってきました。ちょうどいい頃合いですし、植林場でも作っていきますか。で、
そんなことを話していたら、またハゲの大群が来ていました。前は結構レアな敵なイメージでしたけど、もうすっかり常連ですね。と、親戚、劇的な亡命を達成しました。と、不吉な予感のステータスもついてしまいました。この状態で村に行ってしまうと、さっきのハゲ頭に襲撃されてしまいます。牛乳に相談してもいいんだけど、まあ植林場を作ってる間に消える、かなと、植林場ですか？当たり前といえば当たり前ですけど、養蜂場や馬小屋とは違って、マイクラに独特の施設ですし、あんまりいい雰囲気にする方法が思いつかないのです。京都の植物園が大好きなので、あんな感じにしようかと思ったんですけど、あんまり植林場としては効率よくなさそうですしね。なんか、逆に工場みたいなイメージで作ってみようかな。と、それでは作っていきましょう。土台には余ってた深層岩のレンガを使っていきます。床には石レンガを設置してっと。こんな感じで木を植えるところを石なんかのブロックで囲んでおくと設置ミスが減るのでおすすめです。と、相当大きな施設になるので、壁をどうするかが悩みどころですね。普通に作っちゃうとのっぺりとした印象になっちゃうでしょうし。まあ、結局なるようにしかならないですし、適当にやってしまいます。なんか来た。マンネリ防止みたいな感じで、横の壁には木を植えるのと同じ感覚で、石レンガの柱を立てます。石が足りなくなったので、泣きながら採掘中。石の加工には、石切り台を使っていきます。石切り台を使うと、クラフトできる数が多くなるんですよね。まあ、石レンガやハーフブロックは普通に作業台を使うのと同じコストですが、階段を作ったりすると、ちりつもで結構お得になります。で、その石切り台は、どこから持ってきたのか？落ちてたんです。と、こんな感じになりました。やっぱり横幅が広いので、普通に屋根をつけるとすごい高さになっちゃいそうですね。ということで、今回は2つに分かれた屋根を。リフォームは結構。と、今回は屋根が高くなりすぎないように、半分半分で、2つの建物がくっついたような形の屋根を作ることにしました。真ん中に溜まった雨をどうするのかはわかりませんが、まあ、マイクラですしお寿司。さすがに全面が石レンガは寂しいので、ちょっと改造していきます。まずは馬小屋と同じように葉っぱを引いていきます。そしたら次はガラス板を置いて、こんな感じになりました。なんか、ドイツかどこかのサステナビリティに配慮した先進的な工場にありそうな雰囲気。ああいう、なんと言うんですかね、都市型工場とはまた違う気がしますが、開放感も出ますし、悪くないと思います。反対側にも同じように窓を作って、こんな感じになりました。でっかい窓もありますけど、まあ普通に暗くなりますよね。前面はもうどうすればいいのかわからなくなったので、余ってた階段を設置しました。手っ取り早く凹凸感を出していきます。屋根の下には窓をつけてっと。なんだか、ちょっとカエルみたいな顔になっちゃった。まあいいか。後ろ側の壁には、葉っぱの枠をつけて、なるほど、こんな風になっちゃうのか。仕方がないので、屋根の窓と同じように下に葉っぱを設置しました。同一感が出たし、結果オーライかな。そしたら、かぼちゃをくり抜いて、中に松明を入れて、ジャックオーランタンを作りました。これを床に設置して照明代わりにしました。そしたら、あとは木を植えて、と、地図も更新したら、マジででかいのがパッと見てわかるようになりました。まあ、これだけ大きい植林場があれば、これからの建築も安心して進められそうですね。それでは、前回もちょっとお話ししたように、拠点の近くに村人さんたちに移住してもらうスペースを作ります、と言いたいところなのですが、拠点の中が、ちょっとだけ散らかってきたので、建設に取り掛かる前に倉庫を作っていこうと思います。と、まずは大量のチェスト。全部の資材をまとめて置いていく感じなので、本当にたくさん作っちゃいます。屋根はハーフブロックを使って、こんな感じに。ちょっとバランスが悪いですが、まあ資材置き場と考えれば許容範囲、かな。
それから、拠点の中の桶を全部壊して、中身を倉庫に移動しました。作業台や石切り台もここに移動して、効率よく作業できるようになりました。今回は、チェストの中身もちゃんと整理しているので、額縁を作ってどこに何があるのかわかりやすくします。とこうなりました。どうせ何日かしたらぐっちゃぐいやー、すっきりしました。さて、村人さんの居住区を作るということで、拠点の横に一から村を作っていきます。イメージ的には、こんな感じ。とは言っても、いきなり全部作るのは大変なので、今回は右側の端までのエリアを作っていこうと思います。それでは早速、作りました。川辺に現れる小さくて静かな村って感じのイメージです。それでは、まずはこちらの家から。あんまり作らないタイプなのですが、階段を上がって入る形にしてみました。内装は内装で、この後猿を捕まえに行った時に、ついでに職業ブロックやベッドを持ってこようと思います。この梁、ちょっと雰囲気が出てて気に入ってます。で、まだちょっと湧き潰しができてないみたいです。と、2つ目の家は2パートに分かれておりまして、1階部分は先ほどと同じように内装もないタコ部屋、屋上はちょっとしたテラスのような感じにしてみました。ちょうどこれからの建設予定地まで全部見えるので、完成したらいい雰囲気になりそうです。ととりあえず今のところはこんな感じ。これからどんどん拡張していって、一大勢力を築き上げていきたいです。何やってんだあいつら。そうそう、案内板の地図も増やして、広範囲を確認できるようにしました。じわじわと拠点が広がってるのが分かって、結構いい感じ。それでは、ハゲ頭を捕獲しに村に行きましょう。拠点からはかなり距離があるので面倒です。とはいえ、川と海でつながってるので、途中に陸があるよりかはずっと簡単に連れてこれそう、かな？これ結構良くないですか？川を掘っていたら洞窟に当たったので、排水溝みたいにしてみたんです。見た目だけですね。橋をくぐるの、結構好き。猿山にやってきました。と、ちょうどいいところに1匹いたので、捕獲。これを村まで持っていくだけの、簡単なお仕事です。そんなこんなで何匹か連行してきました。ベッドと野菜くらいも持ってきて、いい感じ。他にも単野台や桶もあるので、この村には今のところ、漁師、鍛冶屋、ヤシの3人がいることになります。それから、村の入り口もなんか江戸時代みたいな感じにしてみました。なんだか雰囲気出てきたじゃないですか。と、奴らが脱走しないように、周囲を柵で囲ってみました。格好はつかないけど、仕方ないよね。こっち来んな。と、アイアンゴーレムがスポーンしてました。ということは、ここはもう村として認識されてる。ってことで大丈夫そうですね。村の名前は、十二墓村、看板よし。略奪隊がここで12匹亡くなっているので、そこから持ってきました。と、さすがに内装が全くないのは寂しいので飾り付けしてみました。これには村人さんたちも大喜び。どこ歩いてんねん。鐘を設置しました。鐘を鳴らすと、お猿さんたちが巣に帰ります。普通におしゃれですし、敵が近づいてきた時に便利。門にかけてあるだけなのはちょっとあれだったので、塔を建てます。鐘がある場所が村の範囲に影響を与えたりはしないらしいので、そこまで深く考えずに作っていきます。なんか恋人の鐘みたいになっちゃった。お、ちゃんと音も届いてるみたいですね。そこまで巨大なわけでもないので、下から見た時の違和感も少なく済みました。そんなことをしていたら、猫ちゃんがスポーンしていました。かわいい。夫愛の白猫さんとお友達になりました。とりあえず、馬小屋の前にいてもらうことにしました。また今度。
お家を作ってあげましょう。と、村のできたところで、進捗も達成していきましょう。まずは避雷針を作りました。これを村のど真ん中に設置してと。はい。村人さんの近くに雷を落として、進捗、危機一髪を達成しました。火事にならなくて、一安心。と、あと一つくらい進捗を達成しておきたいところなんだけど。お、これなんか良さそうですね。と、早速クロスボウを作って、まだいた略奪隊を狙撃。と、クロスボウを撃って、進捗、おてんばを、略奪隊をクロスボウで撃つことで、進捗、どちらが略奪者を達成し、村を作ったの忘れてた。何やってんだマジで。とりあえずおやすみなさい。おはようございます。行ってきます。ギャーもう来てる。マジでえぐいってマジで。まずは落ち着いて。とりあえず1ウェーブ目はしのぎました。しかし厄介なことに、この襲撃イベントは結構な回数繰り返されるものでして、イージーモードでは3回、ノーマルでは5回、ハードでは7回のウェーブがあります。このワールドはノーマルなので、あと4ウェーブに耐えないといけない、ということです。で、来てる。きついて。装備も道具も揃ってないので、もうめちゃくちゃに戦うしかないのです。そんな感じでも割と戦えるので、諦めないのが大事。なんとかウェーブ2もしのぎ切りました。村人さんも無事な模様。さあ、第3波が来ました。と、この大きな図体のやつはラベジャーですね。見た目の通り、すごく攻撃力の高い敵なので、慎重に行きましょう。で、入ってきちゃった。ここバリア、ここから無敵ゾーンですから、攻撃したらもうええわ。相手が反撃できないところからの攻撃、気持ちいい。落ち着けよ。君は何しとるん？竹槍でもいいから遠距離武器が欲しい。ヤシが矢を撃ってくれないかと思ったんだけど、全然ダメでした。もう第4ウェーブが来てるし、やるしかないかやられました。とはいえ、今回はラベジャーもいなかったので、結構簡単でした。さあ、いよいよラストウェーブです。で、もう普通に村の中に入ってきてるし。もう我には素でしかないんじゃ。もう、何のために戦っているのかすら。君は何してたの？負けちゃった。動画を始めても、一人、守れなかったものの大きさが身に染みます。と、落ち込んでいても意味はないので、今回も進捗をどんどん達成していきましょう。何しとるん？まずはハニカムを銅に塗って、進捗、錆止めを達成しました。なんかちょっと、ベトベトしそう。それから、的を作りました。これを設置して、30ブロック離れたところから、中心を射抜きます。射抜きました。そんなこんなで、挑戦、的中を達成しました。別にズルなんて、してない、よ。と、せっかくなので、的はそのまま置いておくとしましょう。令和の夏の夜市とは私のことですよ。それから、久しぶりにウパ太郎とお出かけします。結局、まだ一緒に戦う進捗を達成できてないのですよ。と、これまでは本当に一緒に戦ってたので、今回はちょっとギリギリまでウパ太郎に頑張ってもらって、最後だけ私がやる作戦で行ってみます。と、今や、達成できました。いや、マジで達成条件がよくわからん。マイクラの進捗って結構こういうことあるよね。ネザーにやってき、何なんですかこいつら。びっくりしました。ネザーゲートを囲ってないとこういうことはたまにあるけど、
こんなに大集団で待ち伏せされたのは初めてです。この皆さんみたいな頭をしてるやつ、あまり近づきたくない。と、ソウルサンドの谷にやってきました。サイゼリヤさんもいて、盛り上がってますな。それから、バーミヤンの火の玉を弾き返して、挑戦、差出人に変装を達成しました。当てどころに立つね当たりません。と、これは、砦の要塞ですかね。中を覗いてみたら、うようよいました。なんか、昔話みたいな構図だな。さてさて、宝箱の中身は？もう一つの宝箱には、ダイヤピッケルが入っていました。と、あとはこっそり像をきれいにして、撤収。おお。ロードストーンにコンパスを同期して、進捗、この道をずっと行けばを達成しました。あの街に、続いてる、気がする。と、ロードストーンを使うと、コンパスがストーンの置いてある場所を示すようになります。遠征するときに重宝しそうですね。ロードストーンは、ネザーにいても有効なので、ポータルの前に設置しておけば、もう迷子になることもありません。これで安心して探検できるってもんです。玄武岩の三角巣を探索中。そしてネザー要塞を発見。と、要塞に入ったことで、進捗、恐ろしい要塞を達成しました。ネザー要塞、昔はそこら中に生成されてた気がするのですが、少なくなった？早速チェストを発見。中身は、ダイヤが入ってるからまあまあかな？と、ウィザースケルトンがいました。ウィザスケさんは直接触れるとウィザー状態になってどんどん体力が削られてしまうので距離を取りながら攻撃します。と、ポテトの親父もいますね。ポテトヘッドは浮遊するので倒してもドロップアイテムを回収できないことがあってつらたん。なんだか見たことのない森がありました。真っ赤なネザーの中に真っ青なバイオーム。ちょっと気持ち悪いですね。と、シンクの森、ネザーの荒れ地、ソウルサンドの谷、玄武岩の三角巣、歪んだ森とすべてのネザーバイオームを踏破して、挑戦、ホットな観光地を達成しました。そうだ、ネザー、行こう。マイクラ老人なので、まだまだ新しいネザーには慣れてないんだけど、本当に賑やかになりましたよね。ポテトスポナーを見つけました。ポテトスポナーは普通のスポナーより明るくしないと機能が停止しないので、ジャックオーランタンを持ってくるのがおすすめです。私はもちろん忘れてきました。マグマキューブもいました。ネザー版のスライムみたいな感じで、同じようにダメージを受けると分裂します。小さくても攻撃してくるので、油断なりません。マグマクリームも落としてました。あとは、ネザーウォートも回収。よし。とまあ、そんなこんなで色々なアイテムが集まってきたので、一旦拠点に戻ります。戻ってきました。と、休憩しながらコンポスターで小麦の種を不思議な白い粉に加工中。警察に見つかると面倒なので、ひっそりやっていきましょう。再びのネザー。と、ピグリンに金のインゴットを渡しました。この成金豚野郎とは、金を使うことで物々交換することができます。と、今回は水入り瓶でした。ゴミを渡しやがってこのブルジョワ豚が、と思ったけど、水のないネザーでは結構貴重品だったりするのかな。それから、金の装備を脱いで、襲ってきたピグリンの気を金のインゴットで反らして、進捗、わーいピカピカを達成しました。ちなみに、物々交換が終わるとまた敵対します。変わり身が早すぎる。釣り竿に歪んだキノコをつけて、歪んだキノコ付きの棒を作りました。キノコのついた棒です。この棒を持っていると、こいつが近づいてきます。このストライダーというやつは、サドルをつけることで頭の上に乗ることができます。なんか、ベタベタしてそう。と、そんなこんなで歩いていると、進捗、足のついたボートを達成しました。もはや、物扱い。拠点に連れてきました。なんか、顔色悪くない？ということで、途中にマグマ休憩を挟みながら、地下空洞まで連れてきました。と、ここには大きな溶岩湖があるのですよ。
そんなこんなで、ストライダーでオーバーワールドの溶岩湖を泳いで、進捗、実家のような安心感を達成しました。なーにが里帰りじゃ。と、いらなくなったストライダーは、水の中に沈めておきました。サドルもリサイクルできて、いい感じ。それからメジャーになかったものを探して、荒廃したポータルにやってきました。と、これ。泣く黒曜石を手に入れて、進捗、玉ねぎを切っているのは誰を達成しました。私だ。泣く黒曜石からもアイテムを作れるみたいなんですが、それはもうちょっと、後の話。さて、ブレイズロッドからブレイズパウダーをクラフトして、エンダーパールにまぶして、エンダーアイを作りました。エンダーアイを使うと、こんな感じで、何かに引きつけられるように飛んでいきます。ということで、エンダーアイが指し示す方角に向かって進んでいきます。少し歩いてきたら、向きが変わりました。と、大まかな位置が分かったので、地下を掘っていきます。洞窟に出ました。それからしばらく探索していると、はい、エンド要塞を発見しました。エンド要塞に侵入したことで、進捗、アイスパイを達成しました。エンド要塞には、エンドという世界につながっているポータルが設置されているので、それを探していきます。図書室を見つけました。エンチャント施設はもう作ってあるので、あんまり使い道もないんだけど、とりあえず回収しておきます。チェストの中には、エンチャントの本が2冊入っていました。ちょっとラッキーな気分。エンドポータルを発見しました。と、このスポナーはシルバーフィッシュですね。シルバーフィッシュさんはちょっと可愛い気もするけど小さくて攻撃しづらい厄介な敵さんです。エンドポータルにはエンダーアイが一つだけハマってました。これならギリギリ手持ちのエンダーアイで。あれ、消えた？ネザーゲートを作って一旦ネザーにやってきました。と、オーバーワールドでは結構な距離を移動してきたんだけど、あれ？あの要塞、パート2で探索したやつですね。ネザーでは座標が縮小しているとはいえ、こんなにあっさりと拠点に帰れるとなんだか複雑な気持ちになります。と、そんなこんなで戻ってきました。それでは、エンドラ戦に備えて装備を作っていきましょう。装備を作るときは、こうやってポンポンポンって作るのが好きです。ということで、ダイヤモンドで私を覆ってを達成しました。それからエンチャント。まあ相手はエンドラだし、そこまでこだわらなくてもいいかな。とまあ、こんな感じになりました。ダイヤの剣には、アンデッド特攻4。まあ、エンドラはアンデッドでもなんでもないんですけどね。と、お次はポーションを作っていきます。この醸造している時間、なんかいいよね。まずは、水にネザーウォートを溶かして、奇妙なポーションを作りました。これ自体には効果はないのですが、ここに材料を加えていくことで、いろいろなポーションを作ることができる、基本となるようなポーションです。はい、奇妙なポーションにブレイズパウダーを加えて、力のポーションを醸造しました。さらに、グローストーンダストを混ぜることで、効果を高めることができます。と、ポーションを作成したことで、進捗、町のお薬屋さんを達成しました。仲良し皆殺し。続いて、奇妙なポーションにきらめくスイカを溶かして治癒のポーションを作って、またグローストーンダストも追加して効果を高めました。と、最後に、金の人参で暗視のポーションを作って、レッドストーンダストを混ぜて効果時間を伸ばして、こんな感じになりました。これで、エンドラ戦の準備も万端、かな？それでは、エンド要塞に戻りましょう。最後のエンダーアイをはめて、エンドへのポータルを開きました。それでは、最後の異世界、エンドへ。飛び込め。おお。ちょっと島の外側にスポーンしたみたいですね。エンドには、エンドストーンで構成された島々があって、中央の島にはマイクラのラスボス的存在のエンダードラゴンが救っています。エンドラを倒した後には他の島にも行けるようになるんだけど、それはまた後で。地上に出てきました。さあ、いよいよ決戦の時です。気を抜かず、慎重に行きましょう。と、エンダードラゴンはこんな感じで、島の空を飛びながら、
突進や火の玉で攻撃してきます。そして、ダメージを与えても黒曜石の塔のてっぺんにあるエンダークリスタルを使って回復してしまいます。なので、まずはクリスタルを壊すところからやっていきましょう。と、普通のクリスタルは、こうやって地上から弓矢で破壊することができるのですが、中には鉄格子で覆われた厄介なやつもあります。まあ、マインウォール入ってたら柱を全部ぶっ壊すこともできるわけですが、普通は登らないといけないわけですが。ちなみに、これをマルチサーバーでやると人間関係も一括破壊できます。おすすめ。と、エンドにはそこら中にエンダーマンさんがいるので、ちょくちょく目があって敵対してしまいます。ネザーとは違って、エンドでは水を設置することができるので、上手に使っていきましょう。かぼちゃをかぶってもいいんだけど、なんというか、普通に見づらいですからね。あれ。と、エンドラのブレス攻撃が滞留してますね。この紫色の霧はガラス瓶で回収できます。そして、ドラゴンブレスを回収したことで、目標、口臭に気をつけようを達成しました。デンタルケア、大事。と、そろそろエンドクリスタルも半分くらい壊し終わりましたね。それでは、エンドクリスタルを全部壊していきます。エンドクリスタルは破壊した時に爆発するので、巻き込まれないように気をつけましょう。さて、エンドクリスタルは全部壊したので、エンダードラゴンに攻撃していきます。エンドラはクリスタルがなくなると柱の内側を飛ぶようになるので、さっきよりも矢を当てやすい、かな？と、エンドラが着陸しましたね。この状態のエンドラには矢のダメージが効かないんだけど、一箇所にとどまるので、とても剣で攻撃しやすいです。力のポーションを飲んで、撃つべし撃つべし。ちなみに、着陸したエンドラは近づくと臭い息を吐いて攻撃してくるので、お尻の方を引っ叩く方が戦いやすいと思います。さあ、エンドラの体力ももう残りわずか、ラストスパート、行ってみましょう。首の曲がり方えぐい。立った。随分時間がかかってしまいましたが、ようやくエンドラを討伐することができました。と、エンドラを倒したことで、進捗、エンドの解放を達成。エンダードラゴンが倒れると、たくさんの経験値が落ちてくるとともに、中央のポータルが起動します。そして、ポータルの中央部には、ドラゴンの卵が乗っています。ただ、普通に回収しようとすると、どこかに飛んでいってしまうので、砂利とか砂を壊す時みたいに、下に松明を置いて回収しましょう。と、ドラゴンの卵を手に入れたことで、目標、ネクストジェネレーションを達成しました。なんというか、普通にエンドラを復活させるためのアイテムなのかと思ってたんだけど、未だにトロフィー以上の意味はない模様。どんない。それでは、エンドを解放したところで、もっと、進捗どうですか、完結とさせていただきます。たくさんのヤジじゃなかった応援のコメント、ありがとうございました。それでは、サラダバー。何をやっても楽しめるマインクラフト。家建てたり穴掘ったりマインクラフト。明るいうちに働いて夜は眠って少しずつ開拓するのマインクラフト。家を建てるとき松明つけて屋根の上の層を忘れないでね。仲間たちと街を作るマインクラ
まあ、まだ終わらないんですけどね。